俺の GitHub 開発が副業違反と糾弾されたら会社の製品全停止、就業時間外でも会社の許可が必要よ。会社の製品、俺の OSS 使ってるけど。俺は26歳のフルスタックエンジニア。大手 IT 企業の SaaS 開発部門で働いている。入社4年目で仕事は順調だった。俺には業務外での趣味があって GitHub で個人開発の OSS ライブラリを公開してるんだ。もう3年くらい続けていて、業界内では少し名前が知られているらしい。もちろん収益化はしていない。純粋に技術が好きでコミュニティに貢献したくてやっていた。主にフロントエンドとバックエンドの両方で使えるライブラリを開発していた。週末や平日の夜、数時間ずつコードを書いて異臭対応やプルリクエストのレビューもしていた。海外のエンジニアからも感謝のメッセージをもらったりしてやりがいを感じていた。特に力を入れていたのがリアクティブプログラミングをサポートするライブラリだ。データフローを直感的に扱えるように設計してパフォーマンスも最適化されている。タイプスクリプトで書かれていて型安全性も担保されてる。ドキュメントも充実させて初心者でも使いやすいように心がけた。週に10件以上のイシューが立つこともあった。世界中のエンジニアが使ってくれているのが嬉しかった。会社の同僚も俺の活動を知っていて時々技術的な相談を受けたりもしていた。特に問題になるとは思っていなかった。ところがある日のこと、人事部から突然呼び出しのメールが来た。何だろうと思いながら人事部へ向かった。するとコンプライアンス室に案内された。コンプライアンス室？なんで？あなたが丸3ですね。はい、そうですが。私はコンプライアンス室長です。今日はあなたの社外活動について確認したいことがあります。社外活動ですか？あなた GitHub で開発活動をしていますよね。はい、個人開発で OSS を公開していますが。それは副業規定違反です。副業規定違反でも収益は一切得ていませんよ。完全に無料で公開している個人開発です。収益の有無は関係ありません。就業時間外の活動であっても会社の許可が必要なんです。でもこれはオープンソース活動でエンジニアのコミュニティへの貢献です。他の大手企業でも推奨されている活動ですよ。他社は他社です。当社には当社の規則があります。技術者の成長機会を奪うことになりますよ。それは会社の判断です。規則は規則です。今すぐ GitHub アカウントの活動を停止してください。そして今後一切の個人開発活動を禁止します。そんな、これは俺の大切な活動なんです。拒否するなら懲戒処分を検討します。わかりました。では今日中にリポジトリを非公開にしてください。明日確認させていただきます。その日の夜、自宅に帰ってしぶしぶ GitHub のリポジトリを非公開にした。3年間かけて育ててきたプロジェクトなのに納得できなかったけど仕方ない。悔しくてすでに投稿してみた。 GitHub で OSS 公開してたら副業規定違反って言われた。無料公開なのに禁止されるとか意味不明。それは理不尽すぎる。コンプラって技術分かってないよな。 OSS 活動禁止とか終わってる。会社訴えられるレベルじゃねえ。スレミンも同情してくれたけど現実は変わらない。明日からどうなるんだろう。そう思いながら眠りについた。翌朝、いつものように出社した。するとオフィスが異様に騒がしい。やばい、製品が動かない。顧客から問い合わせが殺到してます。何があったんだ。 SaaS の主力製品が突然エラーを吐いて止まった。原因を調査してるんだが。どんなエラーですか？依存ライブラリが取得できないって。 CI/CD が全部失敗してる。ログを見てみろ。GitHub のリポジトリが見つからないって。あれこれイッチさんのアカウントじゃないですか？俺の GitHub？ ああ、実は君の OSS ライブラリかなり前から使わせてもらってたんだ。会社の製品が俺の OSS
使ってたんですか？すまん、君の開発したライブラリが優秀だったから勝手に使わせてもらってた。でも昨日リポジトリを非公開にしたんです。コンプライアンス室長に命令されて。いえ、それで取得できなくなったのか。部長、他の製品も確認した方がいいかもしれません。やばい、製品 B も同じエラーです。製品 C もです。社内ツールの多くもイッチさんのライブラリ使ってます。マジか。確認できた限りだと主力製品3つと社内システム7つ、合計10システム以上がイッチさんの OSS に依存してました。10システム以上？そんなに使われていたなんて知らなかった。顧客管理システムも影響を受けています。在庫管理システムもダウンしてます。請求システム、受注システム、分析ダッシュボード、全部イッチさんのライブラリに依存してる。つまり業務の大半が止まっているということか。はい。営業も経理も困っています。カスタマーサポートからもクレームが。このままだと今日の業務が回りません。イッチくん、悪いが今すぐリポジトリを公開に戻してくれないか。大口顧客のシステムもダウンしてる。でも昨日コンプライアンス室長から副業規定違反だから活動を禁止すると言われたんですが。何だと、そんなこと言われたのか。はい、懲戒処分も検討するって脅されました。クソ、あの人は技術のことを何も分かってない。部長、A 社から怒りの電話が。 B 社からも損害賠償を検討するって。 C 社からもクレームが来てます。契約解除も辞さないって。社内システムも全部ダウンしてる。勤怠管理も営業支援ツールも動かない。それって全部イッチくんのライブラリ使ってたってこと？そうみたいだ。どれだけ依存してたんだ。これはまずい。 CTO に報告しないと。まさかこんなことになるとは。とりあえず昼休みにスレを更新した。続報、会社の製品が俺の OSS に依存してて全部止まった。スレミンは大盛り上がりだったけど、正直俺も困惑していた。この後どうなるんだろう。まさか自分のライブラリが会社の製品に使われていたなんて。しかも10以上のシステムに。開発部長も知らなかったみたいだし、現場のエンジニアが自然に採用していたんだろう。午後、突然緊急役員会議が招集された。俺も出席するよう言われた。それでは会議を始めます。今朝から発生している製品停止の原因が判明しました。開発部長から報告をお願いします。はい、調査の結果、我が社の主力製品3つと社内システム7つ、合計10以上のシステムがイッチくんの GitHub で公開されている OSS ライブラリに依存していました。何だと？社員の OSS に依存していたのか。イッチくんのライブラリは非常に優秀で、GitHub のスター数は5000以上、業界標準的なライブラリとして認知されています。他の大手企業も使用しているレベルです。 Google、マイクロソフト、Amazon などそうそうたる企業がこのライブラリを採用しています。そんなすごいライブラリだったのか。そこまで評価されていたとは自分でも驚いています。ちょっと待ってください。コンプライアンス室長も来ていた。なぜ社外のライブラリを無断で使用しているのですか？これは開発部門の管理責任問題です。それを言うなら、なぜあなたはイッチくんの重要な活動を止めたのですか？副業規定違反ですので、規則は規則です。イッチくんの OSS がなければ我々の製品は動きません。あなたは会社に大損害を与えたんですよ。それは技術部門が勝手に使っていたから。勝手にいい。 OSS ライブラリは公開されているものです。誰でも自由に使えるのが原則です。それを知らずに判断したのであれば職務怠慢と言わざるを得ません。しかし副業規定には。現在の被害状況を報告します。大口顧客3社のシステムがダウン、損害賠償の可能性も浮上しています。 A 社からは3000万円、 B 社からは5000万円の請求を検討しているとのことです。さらに社内システムのダウンで営業活動が完全にストップしている状態です。1日で約2億円の機械損失が発生しています。損害賠償だと2億円の機械損失だと。法務部からも報告があります。個人のオープンソース活動を副業とみなすのは法的にグレーゾーンです。特に収益を得ていない場合は副業規定の適用は困難です。しかし規則では。ここで提案があります。イッチくんの OSS 活動を会社として正式に支援すべきです。具体的にはどうするんだ？
とにかく今はイッチさん GitHub のリポジトリを公開に戻してください。緊急事態ですので。それは副業規定違反じゃないんですか？昨日室長から副業規定違反だから活動を停止しろと言われました。規則は規則なんですよね。それは会議室が静まり返った。これは完全論破。規則は規則ブーメラン。攻撃的すぎて草。わかったイッチ君、君の言い分はもっともだ。この件は後ほどしっかり対応する。だから今は顧客のために協力してくれないか。わかりました。顧客に迷惑をかけたくありませんから。ただし後ほど正式な対応を期待します。もちろんだ。俺はその場でリポジトリを公開に戻した。ビルドが通りました。製品が復旧しています。よかった。事態は収拾しそうです。すみませんでした。コンプラ室長は小さな声で謝罪して会議室を出て行った。数日後、再び会議室に呼ばれた。イッチ君、この度は本当にすまなかった。君の OSS 活動の重要性を理解していなかった。今後のことについて提案があります。イッチ君に技術顧問として正式に契約していただきたい。技術顧問ですか？年間500万円の報酬で君の OSS 活動を会社として正式に支援する。年間500万円？さらに過去3年間の貢献に対して特別報酬として1500万円を支給します。1500万円？それとストックオプションも付与する。君は我が社にとって重要な技術資産だ。技術顧問として OSS 活動の他に社内の技術選定や技術方針の策定にも関わっていただきたいと思います。ありがとうございます。喜んで引き受けさせていただきます。これからも会社と技術コミュニティの架け橋となれるよう努力します。それと社内制度の変更も行いました。技術活動支援制度を新設しました。社員の OSS 活動やカンファレンス登壇など会社として積極的に支援していきます。具体的には OSS 活動に対する時間的支援として業務時間の 20% を OSS 活動に充てることを認めます。またカンファレンスへの参加費用や旅費なども会社が負担します。技術書の購入費用も年間30万円まで補助する。技術者の成長が会社の成長につながる。そのことを今回の件で痛感した。それは素晴らしいですね。他の社員も喜ぶと思います。コンプライアンス室長については技術を理解せず重要な活動を止め会社に損害を与えたとして降格処分とした。イッチ君、おめでとう。技術顧問だなんてすごいね。ありがとう。まさかこんな展開になるとは思わなかった。技術活動支援制度も新設されたし、俺たちも恩恵を受けられるよ。イッチくんのおかげで会社が変わったね。みんなで良い環境を作っていこう。こうして事態は収束した。その夜、すでに最終報告を投稿した。最終報告、技術顧問契約で年間500万円足す特別報酬1500万円で決着。スレミンからたくさんの祝福のコメントをもらった。まさかこんな展開になるとは思わなかった。これからも技術を磨いてコミュニティに貢献していこうと思う。会社も技術者を大切にする方針に変わったし、これからが本当のスタートだと思っている。技術顧問としての責任も重いけどやりがいのある仕事になりそうだ。最後まで読んでくれてありがとう。主をつ技術者の勝利だな。コンプラ様、おもグッジョブ。スカッとしたわ。2000万円とか夢みたいだな。ストックオプションまでついてるし、会社が方針転換したのも良かったな。技術活動支援制度とか素晴らしい。他の社員も助かるだろうな。コンプラ BBA は降格か。ざま、技術を理解しない管理職の末路だな。主の今後の活躍に期待。またすれ立ててくれよな。